今回の動画ではソニーケーキポケットコントロールを使って各社のマルチを動かしてみます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回は早速本題に入っていきます。ソニーケーキさんから新しい MIDI フットコントローラーポケットコントロールを提供いただきました。これを使ってぜひ他社のマルチを制御してみてほしいとのことでしたので、やっていきたいと思います。興味があったので願ったり叶ったりでしたね。ソニーケーキというかホットトーン系のエフェクターであれば用意されているプリセットがあるので、それを選べば特別な設定をすることなく使えるんですけど、それ以外の一般的な MIDI 機器を制御しようとすると基本的な MIDI の知識が必要になります。といっても一部の機能しか使わないので大して難しい話ではありません。マルチエフェクター制御によくあるお作法をこの際覚えてもらったら今後も何かと役立つと思いますので、この機会に習得しちゃいましょう。使うにあたって前提の確認です。ポケットコントロールは国内版なので安心の技的認証取得済みですね。設定アプリが必要になりますが、これは Android の場合は V1.6.6 以上を使う必要があります。現時点では Google プレイ版ではなく公式サイトから落としてくる必要があります。先ほど言った通りホットトーン系のプリセットが用意されているので、アプリからそれを選べば難なく使えるようになります。 GP5 の場合でやってみます。 USB MIDI で接続する際はポケコン自体に USB 電源を供給する必要があるので注意です。はい、それじゃあポケットコントロールと GP5 を接続してみようと思います。ではまずポケットコントロール電源入れますね。パワー長押しと、はい、光りました。こんな感じで、ここ点滅してるんで Bluetooth が電源入ってます。なのでアプリの方も再接続で探すとすぐ見つかるので、これを、つないでおきます。はい、そうするとこういう風になりますね。で、この状態だとGP5 って電源入らないので、ここに対して電源供給してあげます。そうすると外から入ってきた電源がこの中通ってこっち側ね GP5 の方に行くよって感じですね。で、今 P1 ってこれプリセットモードなんですけど、プリセットの1番って本当はポケマス用なんですけど、これポケマス用でもこの2つでパッチの移動ができるんですね。アップアップダウンダウンみたいな。で、これがチューナー、よいしょ、チューナー起動、チューナー解除。なのでアップアップダウンダウンのチューナーの D は効かない。D 意味なしです。これがポケットマスターのやつですっていう感じですね。で、これを P の9にしてあげると GP5 用になります。GP5 用は何かっていうと、画面にも出てますけど、これがパッチのプラスとマイナスですよ。A がマイナスで B がプラスで C がチューナーモード、D がコントロールモード。要はこの本体のフットスイッチの動作モードをどっちにするかって話ですね。なので、チューナーモードだとこの本体のスイッチを押すとチューナーが起動するっていう風な動きをします。で、D を押してコントロールモードにしておくと、フットスイッチを押すと、この場合だとディレイかな、ディストーションがオンオフしますよっていう、そういうことになります。はい、なので、このもともとね、ポケットマスター、マトリボックス、GP5 なんかはプリセットが入ってるんで、この中から好きなのを選んで使うっていうのがプリセットモード。ホットオン機種をそのまま使うって時にはこのやり方が一つですってところですね。一応 Bluetooth で接続する方法についても説明するとこんな手順になります。一番最初にまずアプリとポケットコントローラーポケコンを接続します。そのままアプリから接続したい機器を探します。アプリ上でポケコンと機器をコネクトすることでつながります。GP5 とポケットコントロールを Bluetooth でつなぐ時のやり方、一応実践しておきますね。こうやって電源入れます。GP5 電源入れます。今こっちのポケットコントロールはスマホとつながってます。で、この状態で GP5 接続待ち状態にしても
特に何も起きないんですよね。繋がったりしないんですよ。で、この時に何が必要かっていうと、アプリ側で、このサーチっていうタブを押します。で、これでサーチアゲインすると、端末探すんですね。で、これで GP5 を選んで、コネクトってすると、繋がるんですよ。なので、こうすると、今、これ、繋がってないですけど、これを押して、ほら、動いた。ピッピッピッと、これ発射しちゃってるかな。ピッ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 。一旦繋いだら接続が切れるまではアプリが閉じちゃっても大丈夫なんですけど、電源を入れ直した時など、毎回この手順が必要になります。アプリを立ち上げ直すのは面倒ですけど、目に見えない電波でどの機種と一体繋がってるのかよくわからないみたいなのは不便なので、まあしょうがないかなって感じですね。ライブでのステージ入れ替えやセッティングを考えると、接続の安定性も含め、有線で繋ぐのが確実だなとは思います。それでは、ここからが今回のポイントです。ホットトーン以外と接続してみましょうのコーナーになります。今回のエントリー機種は4つ新旧織り交ぜてみました。いずれも MIDI に対応していますが、対応の仕方が機種によって異なります。Zoom の MS50G プラス、NewX の MG30、この2つは USB MIDI で接続します。ソラーンの Tiny Stomp は Bluetooth MIDI を使って、Line6 Pod XT は TRS の MIDI を使って接続しています。いずれの機種を使うときでも共通的にやらなくてはならないことがあります。それは MIDI の使用の確認です。取扱説明書や製品サイトなどに情報が載っていますが、これらは機種によって異なるため確認が必要です。また、機種によってできることも違うので、MIDI の使用を読み解くことは必要になります。マルチエフェクターに対して MIDI でできることを簡単に言うと、プログラムチェンジ PC でパッチを変更する、コントロールチェンジ CC でパラメータを変更する、この2点です。PC はプログラムチェンジの略、CC はコントロールチェンジの略です。この言葉はよく使うので覚えておきましょう。あと、SysEX、システムエクスクルーシブなんかもあるんですけど、一段階マニアックな使い方になります。MIDI はテレビのリモコンのようなもので、テレビのチャンネルを変えたり、ボリュームを変えたりするようなことをコントローラーからしてあげるようになります。渾身しないように狙った機器を動かすために、機器に合った MIDI チャンネルを使うっていう感じですね。では、具体的に機種と組み合わせて使っていきましょう。まず MS50G プラスからです。早速 MIDI の使用を確認してみると、チャンネルとプログラムチェンジしか値が入っていません。なので、MIDI 機器の渾身を避けるチャンネル設定と、パッチ番号を指定するプログラムチェンジしか使えないということがわかります。また、パッチを一つずつ進めるという使い方ができないことがこの仕様からわかります。パッチを一つずつ進める設定を探して迷子になるよりも、使う4つを決め打ちしてアサインするのがこのサイズのコントローラーをライブで使う時の正解ですね。なので、フットコントローラーの使い方としては、狙ったパッチ番号を一発で呼び出すという使い方をしてみます。フットスイッチの左からパッチ番号1、5、9、12を呼び出すような設定を考えてみます。つまり、ポケコンのそれぞれのスイッチが PC を送ればよいので、次のような設定になります。フットスイッチ A は PC00、フットスイッチ B は PC04、フットスイッチ C は PC08、D は11。ここで注意は、PC は00から始まりますが、マルチストンプのパッチナンバーは01始まりということですね。一つずれているので注意が必要です。必要に応じて違うバンクにも設定してあげればよくて、フットスイッチの C プラス D で次のバンクに上がって、こっちでさらに違う4つのセットを並べておく、みたいなことが可能です。使いやすい4つの並びを考えて設定してあげれば良いですね。はい、それでは MS50G プラスのパッチを切り替えていく設定を見ていきましょう。今、この A、B、C、D のフットスイッチにそれぞれ全部シングルの設定がしてあります。シングルは押すたびに1回、設定されている MIDI のメッセージを送るってやつになります。で、今回設定としましては A のところに PC の0、B のところに PC の4、C のところに PC の8、D のところに PC の11を入れています。今 A のところに MIDI チャンネル2で PC0 を飛ばすっていう設定にしてますけど、これちょっとバグの回避のためであって、チャンネル1で PC を0にすると、この設定が消えちゃうっていうバグがあるんですよね。今、メーカーにも言ってあるんで、これはメーカーでも対応してるそうなんで、多分そのうち治りますが、回避策としてチャンネル2として PC の0を入れています。で、マルチストンプの方は MIDI チャンネルをオムニの設定にしている。どんなチャンネルのメッセージが飛んできても受けるっていう設定にしてあるんで、一応2にしても受けるっていうような動きになります。はい、というわけでこれで見ていくと、
A を押すと1番、B で5番、C で9番、D で12番っていう風に思い通りのパッチの移動ができますって感じですね。はい、こんな感じで思い通りになります。ちなみにこの USB の電源入れとかないと効きません。注意で言ってたやつですね。で、これを挿すと USB ケーブル OK ってなって効きますっていう感じです。ちょっとマニアックな使い方としてシス EX を使った制御を紹介します。こちらは MIDI の仕様になかった通り裏技になります。マルチストンプは最大で6個のエフェクトブロックを使用できますが、それらを外から個別にオンオフすることができるようになります。詳しくは別の動画で解説していますが、ここでは簡単に紹介しておきます。シス EX はやりたいことごとにメッセージが決まっています。こちらはエフェクトブロックの何番目かをオンオフする、その時に使うものです。これを設定するとパッチを移動することなく、一つのパッチの中で個別にオンオフすることができます。はい、この設定で使う SysEX はこの一覧のようになります。それぞれステートとしてオンとオフのステートがあって、それぞれちょっといろいろ書いてますが、詳しいことは関連動画の方で詳しく説明してるんで、そちらをご覧ください。そしてソニックリンクの方の設定は、これ各フットスイッチのところをデフォルトだとシングルってなってるんですけど、これをトグルにします。押すたびに A のグループと B のグループのMIDIメッセージを投げるってやつになりますね。A じゃない、1と2か。ここ A、B って書いてあるけど、こっち1と2ってやってますね。なので、これからグループ1とグループ2にMIDIメッセージを設定していきます。それが SysEX を設定することになります。で、この時ですね、このポケットコントロールのスイッチのところについている LED、これはグループ2のMIDIメッセージを出している時に点灯するので、グループ2の方をエフェクターをオンにする設定にしておくと、オンにしたらここが光る、オフにしたら消えるっていう、そういう挙動になるので、これがおすすめかなと思ってます。はい、それでは B のフットスイッチのところに2番目のエフェクターのオフ、オンを設定していきます。先ほど言った通り B はトグルにしてあります。グループ1の方をオフ、グループ2をオンにします。で、グループ1としては今これが入ってるんで、こいつを SysEX にしてあげます。で、オフのメッセージをここに入れてあげる。よいしょ。で、グループ2の方もSysEX にして、こっちをオンのメッセージを入れてあげる。よいしょ。で、保存ってやってあげると、今ですね、これは1番目がノイズリダクション、2番目がリミッター、3番目がフランジャーって感じなんですけど、だからこれが押せばノイズリダクションがオンオフされます。で、3番目なんだったっけ？フランジャーだっけ？フランジャーね。フランジャーがオンオフされます。で、今やってた2番目のところでリミッターがオフ、オンされますと。で、ほら、オンの時にオン、ここが光る、オフの時に消えるみたいな感じで、こことここの LED が揃って動く、そんな設定ができました。次は NewXMG30 ですね。こちらも最初にMIDIの仕様を確認します。ただし公式サイトに載っている情報は煩雑で、しかも情報が古いので注意が必要です。MG30 も PC でのパッチ変更はできますが、ここではちょっと変わったことをやってみます。パッチを変えずにエフェクトモデルを変更する使い方と、パッチの中のシーンを指定するやり方です。MG30 はファームアップを繰り返してきていますが、MIDI の情報は追従してないんですよね。なので僕が確認した CC の情報を載せておきます。これを使うと CC で歪みモデルを選んだり、シーンを選んだりすることができます。シーンを選ぶやり方はこのようになります。CC の80番がシーンの設定。00でシーン1、01でシーン2、02でシーン3になります。はい、それではシーンの切り替えをやってみましょう。
真意はね、ここの S1、S2、S3 っていう風に変わっていきますので、それを確認してください。A を押すと S1、まあ変わんないですね。B で S2、C で S3。こんな感じで、真意を任意で一発で呼び出せるようになります。歪みペダルを選ぶやり方はこのようになります。それぞれのフットスイッチに CC の02番、歪みペダルの設定をしていきます。05でチューブスクリーマー、06でブルースドライバー、17でケンタウルス、64でオフ。これらを設定していきます。はい、次は MG30 で同じパッチのまま歪みペダルを変えていく。そのやり方になります。今だと、ここオフになってます。これが、例えば A を押すとチューブスクリーマーになって入る。で D でオフにすることができる。B だとブルースドライバーでオンになる。消せる。C でケンタウロスモデリングですね。これもオンになる。で消せる。これオンのままタイプを変えることもできる。で消せる。同じところ踏んでも特に何もないし。シングルだからね。っていう動作できます。続いてはソランのタイニーストンプです。こちらも MIDI 仕様はサイトに資料があります。この機種は Bluetooth で接続します。ここではストンプボックスモードのようにそれぞれのフットスイッチをコンパクトエフェクターに見立てて使ってみましょう。こんな4つのセットを設定してみます。チューブスクリーマー、CH1 タイプのコーラス、テープエコー、シマーリバーブ。この時のポイントは1つのフットスイッチにオンとオフの2つの信号が代わり番号に出るように設定することです。そのためフットスイッチの設定はトグルを選びます。そしてオンの設定、オフの設定を設定していきます。はい、それではソランもストンプモードやってみましょう。今ここが消えてます。押すとドライブが光る TS9 になってますね。で、ここモジュレーション、コーラスですね。コーラスが LED と動作、オンの動作が連動してますね。はい、次、ここもディレイですね。テープディレイ。で、ここがリバーブ、シマーリバーブ。ということで、ここがついてれば、ここの LED がついてれば、実際装置の方もエフェクトがオンになってる、オフになってるっていうことが一目瞭然っていう使い方ができます。これ便利ですね。さらに古い Line6 Pod XT についてもやっています。これもググれば右の情報が見つかります。これもソランと同様に個別のオンオフをしてみます。なお、この際の接続は TRS と 5DIN の変換ケーブルを使えば可能です。ただし、ピンアサインに注意が必要で、僕は最初間違った配列のものを買ってしまって、なんで動かないんだよなんてことがありました。タイプ A と言われるものを使ってください。設定値はこんな感じですね。各スイッチにストンプ、モジュレーション、ディレイ、リバーブのオンオフを設定するので、フットスイッチのモードはトグルになります。そしてそれぞれにここに示しているような値を入れていきます。はい、Pod XT の場合です。今 A のところがストンプになっているので、今消えてますね。こっちも消えている。これをポチッと押すと、これ光ってるの見えるかな、ね、赤く光ってますね、ストンプ。で、ここを押すとモジュレーションが光る。で、C を押すとディレイが光る。で、残念ながら、リバーブって、このつまみになっちゃってるんで、オンオフどうなってるか見えないんですけど、これを実際聞いてます。まあ、それを置いといて、はい、ディレイをオフ、モジュレーションをオフ、ストンプをオフ、オン、オンができている。はい、そういう動きになってます。はい、ということで、ソニケーキポケットコントロールを使って他のメーカーの機種を制御してみました。機種によって右の仕様が違うので、それに合わせた設定と使い道を考える必要はあります。今回のパターンを参考に、ぜひポケットコントロールを使いこなしてみてください。結構いろいろ使える優れものだと思います。そして何より安いですからね。送料無料で4840円とか驚異的に安いと思います。はい、この動画がためになったよって思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。